皆さん、こんにちは。よしえです。今日も私の動画を見てくれてありがとうございます。今日もリスニングの練習をしていきましょう。今日のトピックは初対面で気をつけることです。皆さんは誰かと初めて話すとき気をつけていることはありますか？今日のパッセージは私が普段気をつけていることについてです。この動画には4つのステップがあります。まずはじめに今日のパッセージをゆっくりのスピードで読みます。次にパッセージに出てきた便利な表現を例文を使いながら説明します。そして3番目に今日のパッセージに出てきた単語を私の後に続いて発音してみましょう。最後に今日のパッセージをネイティブのスピードで読むので、皆さんはどれくらい聞き取ることができるか挑戦してみてください。それでは始めます。初対面で気をつけること。私は初めて会う人と話すときにいくつか気をつけていることがあります。まず、敬語で話すことです。初めて会う人にいきなりカジュアルな話し方をすると失礼に思われることがあります。だから私はです、ますを使って話すようにしています。相手が年下でも最初は敬語を使います。どんな年齢の人にも丁寧に話すことをとても大切にしています。次に、プライベートな質問をしないことです。まだよく知らない人に家族のことやお金のことは聞かないようにしています。相手が話したくないと思うかもしれないからです。その代わりに天気の話や出身の話、簡単なニュースなど、誰でも話しやすいテーマを選ぶようにしています。例えば、今日は少し寒いですね、や、どこの出身ですかなどの会話は、初めて会う人とも話しやすいです。そしてもう一つ気をつけていることは、相手の話し方に合わせることです。相手が明るく元気に話す人なら、私も少し明るく話すようにします。反対に静かに話す人なら、私も落ち着いたトーンで話します。そうすると相手も安心して話してくれて、会話が自然に続くと思います。最後に、私はあまり気を使いすぎないようにしています。もちろんマナーは大切ですが、仲良くなる人とは自然に仲良くなれると思います。だから、あまり難しく考えずに自分らしく話すことも大事だと思います。それでは次に今日の文章に出てきた便利な表現を紹介します。まず、するようにしているとは、いつもそうするように努力している、頑張ってそうしていると言いたいときに使う表現です。例文です。毎日日本語で日記を書くようにしています。毎日日本語で日記を書くようにしています。夜は早く寝るようにしています。
夜は早く寝るようにしています。わからないときはすぐに聞くようにしています。わからないときはすぐに聞くようにしています。次です。することを大切にしているとは、大切だと考えている、大事だと思っていると同じ意味です。例文です。人の話をよく聞くことを大切にしています。人の話をよく聞くことを大切にしています。子供との時間を持つことを大切にしています。子供との時間を持つことを大切にしています。ありがとうということを大切にしています。ありがとうということを大切にしています。次です。A しない、その代わりに B するとは、A と B のバランスを取るときによく使う表現です。例文を見てみましょう。甘いものを食べないようにしています。その代わりにフルーツを食べます。甘いものを食べないようにしています。その代わりにフルーツを食べます。テレビを見ないようにしています。その代わりに本を読みます。テレビを見ないようにしています。その代わりに本を読みます。外に出られない日が多いです。その代わりに家で運動します。外に出られない日が多いです。その代わりに家で運動します。最後の表現です。気を使うとは、相手の気持ちをよく考えて行動する。また、人が嫌な気持ちにならないようにするという意味です。ポジティブな意味に聞こえますが、相手のことを考えすぎて疲れてしまうような場面でもよく使います。文脈で意味を考える必要があります。例文です。パーティーで周りに気を使いすぎて疲れた。パーティーで周りに気を使いすぎて疲れた。上司に気を使って自分の意見が言えない。上司に気を使って自分の意見が言えない。ポジティブな意味での例文も紹介します。彼はよく気を使える人です。彼はよく気を使える人です。店員さんが気を使ってくれて快適に過ごせました。店員さんが気を使ってくれて快適に過ごせました。それでは次に今日のパッセージに出てきた単語を私の後に続いて発音してみましょう。初めて、気をつける、敬語、失礼、するようにしている、相手、年下、最初は、年齢、丁寧に、することを大切にしている、質問、その代わりに、天気、出身、明るく、反対に、静かに、落ち着いた、トーン、安心する、自然に、気を使う、仲良く、自分らしい。初対面で気をつけること。
私は初めて会う人と話すときにいくつか気をつけていることがあります。まず、敬語で話すことです。初めて会う人にいきなりカジュアルな話し方をすると失礼に思われることがあります。だから私はです、ますを使って話すようにしています。相手が年下でも最初は敬語を使います。どんな年齢の人にも丁寧に話すことをとても大切にしています。次にプライベートな質問をしないことです。まだよく知らない人に家族のことやお金のことは聞かないようにしています。相手が話したくないと思うかもしれないからです。その代わりに天気の話や出身の話、簡単なニュースなど、誰でも話しやすいテーマを選ぶようにしています。例えば、今日は少し寒いですね、や、どこの出身ですかなどの会話は、初めて会う人とも話しやすいです。そしてもう一つ気をつけていることは、相手の話し方に合わせることです。相手が明るく元気に話す人なら、私も少し明るく話すようにします。反対に静かに話す人なら、私も落ち着いたトーンで話します。そうすると、相手も安心して話してくれて、会話が自然に続くと思います。最後に、私はあまり気を使いすぎないようにしています。もちろんマナーは大切ですが、仲良くなる人とは自然に仲良くなれると思います。だからあまり難しく考えずに自分らしく話すことも大事だと思います。お疲れ様でした。今日の動画はいかがでしたか？皆さんが初対面の人と話すときに気をつけていることがあれば、ぜひコメントで教えてください。今日の動画のトランスクリプトは私のペイトリオンでゲットすることができます。ぜひシャドーイングや単語の練習などに使ってもらえると嬉しいです。それでは今日の動画がいいね、面白いねと思った方はぜひチャンネル登録と高評価、そしてインスタグラムのフォローもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。